も明けたまです。ソニックのハリウッド映画シリーズソニック・ザ・ムービー。全世界で記録的な興行収入を達成し、今では映画本編3作とスピンオフシリーズまで展開する一大コンテンツとなりました。ゲーム版とは違った点も多いけど独自の魅力があって面白いよね。特に映画版ソニックの毛並みがもふっとした感じが可愛くて大好き。確かにキャラデザもゲーム版とは良い意味で違った印象でそこに魅力を感じている人は多いですよね。そんなモフモフキュートで魅力的な映画版ソニックですが、最初はこんなキャラクターデザインだったことをご存知でしょうか？うわー。今と全然違うじゃん。そうなんです。今では全世界大ヒット映画となったソニック映画ですが、発表当時は全く別物と言っていい気持ち悪いキャラクターデザインに界隈は大炎上しました。これじゃないのこれ？ガチです。今回はそんな映画初期デザインのソニック、通称アグリーソニックについてご紹介していきます。全世界を不気味の谷に突き落とし界隈に絶望と混沌を与えた大炎上事件から、今日の輝かしい超人気映画に上り詰めるに至った奇跡の復活劇を余すことなくご紹介していきます。我々明けたまチャンネルではソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが、解説、考察、ゲーム実況など色々投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速見ていきましょう。時は2018年冬、ソニック映画の一作目、ソニック・ザ・ムービーが公開予定と発表されていた年でした。ソニックのハリウッド映画シリーズが制作されるという発表自体は、2016年頃にはすでにセガの CEO から明かされており、2年ほどかけていよいよ公開の年が来た。とファンの内圧はかなり高まっている状態です。結構前から発表されてたんだ。そわそわしちゃうね。いつ情報公開されてもおかしくない、まだかまだかと待ちに待った年末の2018年12月、映画のポスタービジュアルが初公開されました。やっと供給が。そのポスタービジュアルがこちら。三頭身マッチョ。まだ影しか見えてないのにこれじゃない感がすごい。ですよね、当時同じ気持ちでした。シルエットしか公開されていないにもかかわらずプンプンと立ち込める明らかなヤバい香り。この時点でファンや映画評論家はもちろんのこと、ソニックのことをよく知らない人たちも、どうやら原作と全然違うことになってるらしいと騒ぎ立てるくらいネット上は騒然となりました。期待や注目度が高まっていたから反動も大きそうだね。そんな1枚目のポスター公開から間もなく、続いて2枚目のポスターがオンライン上でリークされる形で公開となりました。2枚目のポスターがこちら。きっしょ。言葉選んでください。いやーこの足の質感生理的に無理だ、言葉悪くて本当にごめん。まあ正直当時のファンも似たような反応ではありました。青の体毛で包まれた人間のような肉感を持つ謎の生物がゴールデンゲートブリッジを見下ろすポスター。よく見ると足元にソニックワズヒアーと書いてありこれもダサいと酷評される始末。足のインパクトすごすぎて気づかないよ。頼むからでまであってくれ。という祈りも虚しく別の劇場で配布されたとされる同じポスターの写真がアップされ、これが公式なのだという絶望感に多くのファンは打ちひしがれました。これはかわいそう。この頃の界隈の様子はめちゃくちゃに混沌を極めていていくつかのトピックを取り上げていきたいのですが、まず1枚目2枚目のポスターを経て当然ながらネット上ではお祭り騒ぎでした。ですよね。過去のサニック解説でも軽く触れましたが海外ファンは特にミームが大好き。2つ目に公開された足のポスターをいじったネットミームが爆発的にバズりました。むちゃくちゃいじられてる。良くも悪くもネットのおもちゃとして注目が集まっているのをマーケティングに活かしたかったのか、映画公式サイドもツイッターでこんな画像をポストしました。キャンとアガイワークアウトというプラカードを抱えるソニック。その足はムキムキに仕上がっていてまるで競輪選手のよう。いや速そうではあるけども。世論に対して挑発気味にも取れるこのポストは当然火に油となり、炎上はますます加速していきます。さらに次々と映画ソニックの異様なビジュアル画像がリークされていく中で、ソニックの生みの親の一人であるゲームクリエイター中裕二さんもツイッターにて、ソニックの IP を毀損する恐れがある、素手が白いのは衝撃的と語り、落胆するファンたち、不安視する開発陣、反発する映画公式、面白がる外野と、まさにパーフェクトカオスな状況となっていました。笑えないよ。そんな中いよいよ最大の爆弾が投下されます。まだ続くの？ 2019年4月、映画の予告トレーラーが YouTube 上に初公開されました。もしかしてこれが冒頭の？その通り、百聞は一見にしかずということで当時のトレーラー映像を一緒に見てみましょう。こちらです。Gotta go fast.
Come on. Okay, pal, I want answers. Basically, it looks like I'm gonna have to save your planet. Oh, is that all you got? No, but thank you for asking. Uh-oh. Whatever this creature is, our job is to secure it, neutralize it, see what makes it tick. Look at this! I took 9 million steps today.なんて言ったらいいか。とにかくソニックキモい。それなー、あの真っ白で筋張った手、頭部とちぐはぐな妙に長い手足、リアルすぎる歯並びと口元、こんなの僕らの知ってるソニックじゃないよ。妙に人間っぽい質感が含まれていますよね。リアル思考で実写化に落とし込んだ前例としてはトランスフォーマーやミュータントタートルズなどがあり、それらはリアルに振り切ったアレンジが評価され賛否ありながら好意的な意見が多かった一方で、今作のソニックは微妙に本家を意識した悪い意味での折衷案的なデザインとなっていたことで、ファンを文字通り不気味の谷に突き落とす気味の悪い造形として着地していました。ソニックってもともとデフォルメの効いたキャラクターだしリアル路線で来ると思わなかったな。そうですね。またこの時の情勢として、同年にポケモンをベースにした実写映画名探偵ピカチュウが公開されており、その中で登場した実写版ピカチュウのキャラデザをはじめ、すべてのポケモンたちがゲームのイメージをしっかり保ちつつも実写の世界に無理なく落とし込まれていたことが評価されており、優れた成功例として今作のソニックと激しく比較されることとなりました。ゲームから実写映画にという課題に対して直近でポケモンが大正解を出しちゃってたんだね。確かに名探偵ピカチュウってすごい可愛かったものね。全然違和感もなかったし。ゲームやアニメとまた違う魅力を提示してくれてましたよね。シワシワピカチュウなども印象深かったと思います。そんな実写映画ならではの新たな一面をソニックでも見られる、そのように期待していたファンが多かったこともありこの映像は非常にショッキングなものとなりました。実際この映画の予告トレーラーは YouTube 上に公開されてから24時間で1200万回再生、2日目には2000万回以上再生されました。それだけ注目されてたってことか。再生数も凄まじいのですが、高評価が約17万に対して、低評価が約27万という異常な低評価率。トレーラー動画へのコメントはもちろん各種 SNS や掲示板、コミュニティサイトやリアクション動画など、ファンからの強い反発の声が後を絶ちませんでした。さらにはファンの間で建設的な修正案が議論され、ファンメイドのものの方が圧倒的に高評価であったことも批判の声を強める要因となりました。闇雲に元デザインを下げたいわけじゃないけど確かにファンメイドの修正案の方がイメージに合ってるよね。そうですね。まさにポケモンの成功例に近い形で無理なく違和感なく実写映画に落とし込めそうですよね。このデザインは中さんもリツイートしていたりしますね。この騒動ファンが勝手に騒いでるだけじゃなくて原作サイドの人たちも難色を示しているんだものな。そんな各種メディアでの反発の声が止まらないことを受け、予告トレーラー公開から3日後、映画監督ジェフ・ファウラー氏が、映画のキャラクターデザインを全面的に修正することを約束しました。監督この動きに中さんをはじめソニック声優の金丸純一さんらも安堵の反応を投稿しました。よかった良い方向に進みそう。ファンの声が歴史を変えたんだね。すごいことだ。そうですね。ただもちろん監督の中でも大きな葛藤があったはずです。監督のジェフ・ファウラーさんはもともとアニメーション畑の監督で、ゲームシャドウ・ザ・ヘッジホッグの CG 映像制作にも携わったことがある人物です。そうなんだ。そして今作ソニック・ザ・ムービーは自身初の長編映画監督作品でした。大抜擢だよね。キャリアとしても大きな転機になりそう。そんな彼が考えなしにキャラクターデザインを調整したとは思えません。きっと彼なりの考えと信念があった上でのあのデザインだったはず。確かに。しかもほぼ完成した映画の主人公をリデザインするとなると影響範囲もバカになりません。映画全編にわたって手直しが必要という巨大な修正コストを伴います。そんな大きすぎる決断を予告トレーラー公開から3日で下した監督。そしてそんな監督を突き動かしたソニックファンたちの熱量。両者ともに凄まじいものを感じる事件となりました。なるほどね確かに壮絶な事件だね。デザインが修正されるっていうので一安心しちゃってた
ったけど、ソニックを修正するってなったら映画ほとんど作り直すくらい手を加えないといけないものね。おっしゃる通り修正範囲もすごかったんじゃない？実際映画の公開時期は当初予定していた2019年11月から、翌年2020年の2月に延期となりました。修正期間としては約3ヶ月ってことだね。これも相当無理したスケジュールだったんじゃないかと思います。そして2019年11月、パラマウントピクチャーズ公式 YouTube チャンネルにて、ニューオフィシャルトレーラーというタイトルの最新予告トレーラーが公開されました。デザイン修正されたはずのソニック。一体どうなっているんだ？その映像がこちらです。I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package. It gets a little lonely, but that's okay. I am living my best life on Earth. Let's go! So, you're supposed to be Tom's best friend that he won't shut up about. Well, I don't see the appeal. That is very gross. Let's go. 修正大成功。やったー、よかったー。頭身、手足の細さ、白い手袋に赤いシューズ、筋肉質なヒューマノイドだった面影はなくそこには僕らの望んだソニックがいました。ゲーム版より毛並みがふさふさで可愛いね。そうですね。ふさふさの毛並みをはじめ、腕まで青かったり目が繋がっていなかったりとゲーム版とは微妙に異なる点を残しながらも、明らかにソニックであると言える見事な実写デザインに修正されました。本当に良かったね。ほっとしたファンも多かったんじゃない？多かったと思います。僕もその一人です。実際このトレーラー映像には2024年現在でなんと10万件を超えるコメントがついており、そのほとんどはデザイン修正への感謝や安堵のコメントで溢れています。こうしてファンからも称賛されるようなデザインに生まれ変わった映画ソニックは、2020年2月にアメリカで、同年6月に日本で公開となり、コンピューターゲーム映画最大の公開週末記録、北米のビデオゲーム映画化作品で歴代最高興行収入を樹立し、現在では本編シリーズ3作とスピンオフシリーズが展開される大ヒット映画となりました。やったー、大楽天勝利だ。正直一時はどうなるかと思いましたね。あのデザインのまま進んでたらテイルスやナックルズたちも雰囲気変わってたはずだよね。そうですよね。考えるのも恐ろしいなと思いつつも、怖いもの見たさでそのバージョンも気になっちゃいますね。好奇心すっげこいつ。どうやら中さんも似たような気持ちだったみたいで修正されたことに安堵しつつも、前のデザインのものも DVD とかで見たかったのに残念ですねとツイートされていますね。なんでみんな見たがるんだよ。ということでここまでの流れを経て無事にデザイン修正された実写ソニック。修正前のデザインは黒歴史として闇に葬られたように見えましたが、意外な形で再びスポットが当たることになります。なんと2022年公開のディズニー映画、チップとデールの大作戦レスキューレンジャーズで、修正前の映画ソニック、通称アグリーソニックがまさかの復活登場。意外な展開。チップとデールの大作戦レスキューレンジャーズは動画配信サービスディズニープラスで配信された映画で、アニメや映画などの架空のキャラクターが人間と共存している世界を舞台に、おなじみチップとデールが奔走するアドベンチャーコメディ、様々なアニメや映画キャラのネタやパロディがふんだんに散りばめられている作品となっています。その中でロサンゼルスで開催されたファンコンというアニメや映画のイベントブースにて、デールのブースの向かい側にいるのが、これは、修正前の映画ソニック通称アグリーソニックが出展しています。ここでデールがアグリーソニックとしっかり呼んでいることから、修正前の映画ソニックのことを指してアグリーソニックと呼称されるようになりました。見た目も予告トレーラーよりアグリーになってるのね。お腹が出ちゃってますし性格もやさぐれてますね。デールもソニックの生々しい口元に視線が吸い込まれちゃってます。作中でのアグリーソニックは予告トレーラーの時からしばらく時間が経っているようで、前はネットでこの人間の歯をちょっと見せただけで大炎上したと軽快な自虐ネタを披露してくれます。アグリーソニックとしても辛い事件だったよね。意味語扱いでしたものね。そんな黒歴史を痛快なブラックジョークとして消化させており、ただいじっているだけじゃなくて思わずクスッとしてしまうユーモアと愛嬌のあるキャラに仕上がっています。詳細は本編をご覧いただきたいのですが、アグリーソニックはちょい役程度ではなくしっかりと爪痕残す活躍っぷりなので、気になった方はぜひチップとデールの大作戦レスキューレンジャーズをご視聴いただければと思います。こんな形でカメオ出演することになるとはね。アグリーソニック自身もディズニーからスポットが当たるとは思ってもみなかったのではないでしょうか。驚いた顔が目に浮かぶね。余談ですがディズニーでは過去にシュガーラッシュという作品で、ゲーム版のソニックやエッグマンがカメオ出演しているので、ディズニープラスご加入の方はぜひ合わせてチェックしてみてください。ということで今回はデザイン修正前の映画ソニック通称アグリーソニックについて解説しました。今回
回の動画の他にも映画ソニックがもっと面白くなるコンテンツをたくさん投稿していますので、よければ概要欄のリンクからチェックしてみてください。この動画が良いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。